皆さん、春節イベントは楽しんでますか？白米です。チャオ、クラポンです。今回は放送局初となる初となる攻略系動画となります。驚き桃の木山椒の木、ブリキにタヌキに洗濯機、やってこいこい大巨人、やっと出たマン。クラポンの作った最強のヒーロー？アホか、昭和のアニメじゃん。僕の作った最強のヒーローじゃなくて安心しました。さて、放送局でも攻略系をやりたいと言いつつ、なかなか方向性を決められなかったじゃないですか。そうね、不慣れなことって億劫だから後延ばししがちよね。なので、まずは攻略系っぽい動画からやってみようかなと。オッケー。あくまで攻略系っぽい動画ね。そして今回のテーマはアーチャー伝説2バージョン 1.1.4 までの装備のトレンドを確認しようとなります。今のバージョンは 1.1.5 よね。です。1.1.5 で新キャラの孫悟空たちが出てきましたが、今回の企画はあくまで 1.1.4 までのトレンド確認となります。新キャラや新スキンでトレンド変わったりする可能性もあるからってことね。です。では早速装備系一覧を見ながらクラポンに解説してもらいましょう。オッケー。お安いご用よ。でも適当なこと言ってたらごめんなさいね。じゃあ行ってみよう。まずは新宅一式となります。すんごい基本からやるのね。始めたばかりの初心者さんが見ることも想定した方がいいかなと。あー、なるポロリ。クラポン的にはチャプター系と襲来封印に向いてて、対人は不向きっていうのが新宅のイメージ。メイン、ハード、天空などのチャプター系とボス系に向いてると。そうね。特に頭と鎧の性能がいいよね。頭はカオスのマルチショットが強いですよね。そう。鎧はダイアゴナルの効果がミシックでつくのが素敵よね。あとカオス効果は対人で人気あるし、チャプター系でもたまにグッジョブします。 S シリーズ置換ができるようになって新宅の強みを実感してた人もクラメンにいましたよね。襲来封印は頭のマルチショットがないと想像以上にダメージ伸びないってことだよね。武器だけドラグーンにするとかもありますよね。それはキメラ型だから後半にやろうかなと。わかりました。では次はドラグーン意識となります。ドラグーンはチャプター系と襲来封印にはどちらかというと不向きかなと思う。対人は強いよね。特に遠距離。確かに対人は近寄られると厳しいです。やっぱり回復手段がないから厳しいところはあるよね。近寄られる前に圧倒的火力で倒す。これがドラグーン意識の真骨頂かなと。なるほどですね。遠距離の強さを生かしたルーン構成も必要となりますね。ドラグーンは頭がカオスになると一気に火力が上がるイメージ。カオスの発火状態の敵が受ける爆発ダメ2倍は強烈ですね。ミシック効果で火をつけるから自己完結できるのも強みよね。武器ミシックの 75% で範囲爆発を起こすとも非常に相性がいいですよね。だに、瞬間火力がドーンと伸びるよね。武器効果でメテオを爆発ダメージに変換するのでメテオと相性良しだね。続いてはグリフォン意識となります。グリフォンもチャプター襲来封印はやっぱり不向きかな。対人は近距離まで持ち込めればかなり強い。近寄られた時のグリフォンの強さは異常ですよね。まずは
お守りカオスのハート確率でドロップが優秀よね。指輪カオスの回復量アップと相まって近接戦だとなかなか死なない。これは後々お話しするキメラ装備にも必要不可欠ですよね。ルーンは同じく近接に強いサークル編成と相性吉田に。続いては同じシリーズで統一しないキメラ装備についてです。まずは王道のキメラ装備から。メジャーなキメラ装備って言えばこれよね。武器と頭と足がドラグーン、お守りと指輪がグリフォン、鎧が神卓ですね。まずは攻撃面だけど、武器でメテオを爆発ダメに変換、そして武器と足で敵を爆発させてその効果を頭で2倍にする感じだね。防御面はお守りでハートをドロップさせてその効果を指輪で増幅しつつ鎧の効果で無敵を狙う流れだね。次は鎧だけ神卓、他がグリフォンのキメラ装備。今トレンドのキメラ装備になるね。上位勢の方はこぞってこの装備をされてますね。クラポンそんなに詳しくないんだけど、真鍮の効果を突き詰めていくとこの形にたどり着くんじゃないかな。これにエレメントルーンとサークルルーンがトレンドだと思われます。次は武器だけドラグーン、他が神卓のキメラ装備。ここからは変則型のキメラ装備になります。これはクラポンも白米もチャプター攻略で使ってる装備だね。ですね。なんで神卓一式じゃなくて武器だけドラグーンなのでしょう。それ聞かれるとしっかり回答できないんだけど、武器だけドラグーンの方がチャプターやってて楽なんだよね。武器ミシック効果の範囲爆発、武器カオス効果のスキル数で武器ダメージ増加、この辺が影響してるのかな。ルーンエンチャントの跳ね返り4の有無も大きいかも。魔物や襲来はどうですか？神卓一式より武器だけドラグーンの方が向いてます？自分の会心率次第って聞いたことあるけど、どのラインがボーダーかは知りまへん。ホーリースピアの会心率 16% と天秤ってことです。そうそう、そんな感じ。真鍮が行き届いてきたらまた話が変わってくるかもだし、難しいよね。次は武器ドラグーン、指輪グリフォン、他が神卓のキメラパターン。これはクラポンも白米も魔物封印で使ってる装備だね。ですね。なぜ指輪がグリフォンなんでしょう。クラポンさん、解説お願いいたします。ですね、神卓カオス兜を装備時に速度を上げすぎると攻撃と攻撃間の時間短縮イコールマルチが発動しきる前に次の攻撃が始まりやすいイコールリングなどの多段攻撃はスコアが減少してしまうって理屈らしいよ。なので攻撃速度を上げる神卓の指輪を外して代わりに会心率が増加するグリフォンの指輪をつけているということです。間違ってたらごめんなさいね。丁寧な解説ありがとうございました。補足としてドラグーンの真鍮効果の関係で武器を神卓に戻してる人もいると聞いております。神鍮効果で攻撃速度上がっちゃいますもんね。納得です。最後はお守りと指輪がグリフォン、他が神卓のパターンです。これはどういう時に使うんでしょう？そこまで攻撃は痛くないけど攻撃が激しいチャプターなどで使われますね。自分から敵に接触することによって意図的にハートを落として回復するという流れです。その際スキルのラッキー絆創膏や天使の加護などを取得してると難易度が激減します。なるほど。ラッキー絆創膏は敵に接触しても敵の攻撃を消してくれますし、天使の加護はクールタイムさえ計算すれば無敵時間を操れますもんね。だに。天
ッシュのカゴのクールタイムって30秒くらいでしたっけ？確かそれくらいだったはず。最近当たれば即死のチャプターが多いので覚えてなすび。対人でもこの装備の人っていらっしゃいますよね。回復手段があるとないとじゃ全然違いますからね。この形で足がグリフォンの方もたまーにお見かけします。そういえばクラポンはどこで情報を拾ってるんですか？ LINE の攻略オプシャとか詳しそうな人に聞いたりとか、最近だとクラメンのポコチキによく聞くね。悪魔はアバロンディスコもあるよね。そうですね。ゆうきさんのまとめる表は数字に弱い私でも分かりやすいです。ゲーム内の説明が不十分なのもあっていろいろと検証してくれる人には本当感謝ですよね。アーチャー初心者の方や情報収集したい人は LINE オープンチャットのアーチャー伝説2攻略やアバロンさんのディスコードがおすすめでありんす。概要欄に各 URL を貼り付けておりますのでぜひご活用ください。放送局も合わせてよろしくお願いいたします。今後は攻略系もゆるーくやっていく予定なんでおなしゃーす。それでは今回の動画は以上となります。モチベーションにつながりますのでぜひチャンネル登録お願いします。夢の収益化したいので高評価ボタンもお願いします。またにー。